今回は任天堂の携帯機ゲームボーイや 3DS で遊べた超メジャー格闘ゲームたちのご紹介です。メジャー格闘ゲームといえばスト2から始まった格闘ゲームブームを牽引してきた数々の名作たちがありますが、意外と携帯ゲーム機でも発売されてたりするんですが、知っていますか？ただアーケードメインだった格闘ゲーム市場で家でも練習したい、遊びたいというユーザー向けで据え置きに移植されるのはまだわかりますが、スペックの低い携帯ゲーム機でってなると需要がどれくらいあったのか謎なのだ。ゲームボーイの頃はやや強引な IP ゲームに思えるけど、 2D 格闘としてはゲームボーイアドバンスから、 3D 格闘は 3DS から一気にオリジナルに近づきます。今背景でかけてるのが 3DS のストリートファイター4なのだ。今回は我が家にある任天堂携帯ハードのメジャー格闘ゲームに絞ってご紹介していきますが、まずはゲームボーイアドバンスのストリートファイター 2X リバイバルからいってみましょう。ということで、ゲームボーイアドバンスのストリートファイター 2X リバイバルです。 2X がゲームボーイで出てたのか。あ、録画した時にマイクがついてたみたいで、環境音や操作音がバシバシっと入ってますが気にしないでください。無言で遊んでてよかったわね。当時あまり気にしてませんでしたが、改めて遊んでみると少なくともスーパーファミコンよりもグラフィックも魅力的で出来もよく思えますが、技が出ない、コツがつかめません。昇竜拳はもちろん波動拳も出にくいのだ。判定がゲームボーイ本体に調整されてるのかもしれないわね。あとグラはゲームボーイって考えるとすごい綺麗ですが、ボイスがないのが寂しいですね。プレイ感的にはボイスもセットで染みついてるから心の中との違和感があるのだ。ってことでいつも以上に下手くそな剣でしたが、ちょっとキャミーも使ってみましょう。この 2D がやっぱりいいわよね。まあどのキャラ使っても技はやっぱりあんまり出せないのだ。そもそもゲームボーイアドバンスのゲームとしてはよくできていると思うけど、 2X は1994年3月にアーケードで稼働されて、 3D 版が94年11月にエクスクルーシブで販売、1998年にやっとプレステとサターンのクラシックコレクションで移植、その後2000年12月にドリキャスで発売されてる中、2001年7月になってやっとこのゲームボーイアドバンス版です。だから時期を考えると当時でも今更感の方が大きくなってしまった印象よね。2001年となるとナンバリングを見てもストリートファイター3が97年でスト3サードが99年だし、ストリートファイター0シリーズも95年に始まり、03が98年なので、まあスト3はゲームボーイアドバンスでは無理な感じはしますが、やっぱり2001年に 2X ってのは若干の違和感を感じますね。それでも買ってたってのは 2X が好きってのもありますが、パッケ買いだったかもとかも思うのだ。ストリートファイター 2X リバイバルゲームボーイアドバンス版、駿河屋中古価格11,500円です。メジャータイトルなれど発売時期的にビデアソフトな感じですが、コレクションとしてはなんかありだと思います。他当チャンネルの棚にはないのでタイトルのみ紹介ですが、ストリートファイター2そのものは初期ゲームボーイでもゲームボーイカラーでも発売はされてまして、ゲームボーイ版のストリートファイター2が現在中古価格12,900円で、ゲームボーイカラー版のストリートファイターアルファが在庫なしで値段が分かりませんでしたが、箱説なしが6,400円するので、箱が綺麗なものだとかなり高額かもしれません。他にもストゼロもアドバンスでストリートファイター03アッパーが2002年に発売されてて、現在中古価格26,000円とプレミア価格になってきています。03アッパーはファンコンテンツ的にはなぜ買わなかったな一本なのだ。まあ前も他の動画で言ったけど、ここらは当時オリジナルの基盤を早々に買ってたから、それで満足しちゃってたわよね。先ほどの 2X リバイバルから7年ほど遡り、初期ゲームボーイのメジャー格闘ゲームとしては
SNK の人気格闘ゲームがシリーズ的に出ていました。そんなのあった間にあったのは熱湯画廊伝説2と熱湯サムライスピリッツですね。システムやプレイ感などなどフォーマットが大まか同じなので2本同時紹介してみるのだ。さて、この熱湯シリーズは移植というよりもゲームボーイ版へのダウングレードアレンジみたいな作品で、シリーズ的にはガローもサムライもなどなどそれぞれ複数本いろいろと発売されてましたが、当時遊んでもなんとなくしっくりこずにこの2本しか買ってませんでした。でも格闘ゲームブームに乗ってそこそこ売れてたってことよね。そうですね。ただ今遊んでみるとさっきのスト2よりも技が出ないし、なかなかななんちゃって感が格闘ゲームとしては厳しいのだ。まあゲームボーイのアクションゲームとか ER カンフー的なものとしてはそこそこ成立してるかもしれません。シリーズはたくさん出てるし、ターゲットユーザーが違ったのかもなのだ。そういえばこの頃の SNK はもう任天堂ハードでは発売してたわけですね。 SNK のゲームが遊べるのはネオジオだけってキャッチコピーが寒く感じた時期ですね。そうね、そのキャッチでハードを売ろうとしてたのはほぼ初年度だけで、それこそ画廊伝説のスーパーファミコン版はこのゲームボーイの熱湯版の3年前には発売されてるし、そもそもここらの移植は SNK で作ったんじゃなくて宝の開発と発売だから、他ハードへの移植に関しては IP 化しビジネスとしてやってたのかもね。ちなみに宝の格闘ゲームといえばプレステの闘神伝ですが、この熱湯シリーズで熱湯闘神伝というゲームも並びで出ています。当時このシリーズのプレイ感ってもうなんか側界ゲームレベルに思えてたので買ってませんでしたが、 SNK の格ゲーと同じシリーズで闘神伝が出てるとかなんだか不思議ですね。どうせならコラボしてしまえばよかったのだ。熱湯画廊伝説2ゲームボーイ駿河屋中古価格5760円。熱湯サムライスピリッツゲームボーイ駿河屋中古価格4420円です。安くはないですが高くはなっていない印象ですね。他未所持にてまたタイトルのみの紹介ですが、画廊とサムライは他にも出ていて、熱湯リアルバウト画廊伝説スペシャルが中古価格7800円で、熱湯サムライスピリッツザンクロー無双券は中古価格1万円となっています。熱湯シリーズとしてはワーヒーも1本発売されていて、熱湯ワールドヒーローズ2ジェットが中古価格で1万7400円とコレクション需要高めになっています。それとさっきちょっとだけ話題にした SNK ではありませんが宝さんがこっそり混ぜている熱湯闘神伝が中古価格15400円となっていて、こちらもプレミア価格です。おそらくここらは出荷本数が少なく需要と供給からって感じなのだ。お次はゲームボーイアドバンスでも展開していたキングオブファイターズのシリーズからザ・キングオブファイターズ EX2 のご紹介です。なんとキングオブファイターズもゲームボーイで出てたのか。ゲームボーイすごいのだ。ええ、 KOF はやっぱり SNK のキラーコンテンツだったから、ネオポケ以外の携帯ゲーム機でも初期ゲームボーイで2本、ゲームボーイアドバンスでも2本出てるのよね。当チャンネルの棚にはこのアドバンスの EX2 しかなかったのでこちらを紹介ですが、最初のスト 2X と同じで録画した時にマイクが入ってたようで環境音と操作音が入ってますが気にしないでください。ということで今改めて遊んでみてもやっぱりゲームボーイでの調整に慣れないとコマンドがうまく入らないですが、見た目動きなどなどゲームボーイとは思えないほどよくできてます。 KOF はスーパーファミコンでは移植されてなかったのでこの出来はすごいのかもしれません。まあネオポケはアドバンスの数年前のハードですから。それとアドバンスが発売された2001年は据え置き機はとっくに第6世代に入っていて PS2 やドリキャスに XBOX、任天堂もゲームキューブという時代で、それを考えると携帯ゲーム機の進化はまだまだ遅かったってところですが、
少なくともスーパーファミコンよりはゲームボーイアドバンスの方がスペックが高かったので、やりよう次第でこれだけのゲームが作れたってわけですね。グラフィックはオリジナルと比較すれば落ちると思いますが、パッと見た目は大きな遜色なく見事な再現だと思いますし、反応とか動きも格闘ゲームとして成立しているので、当時は気軽な対戦アイテムとしてもありだったんじゃないでしょうか。調べてみたら、こちらの EX2 が携帯のシリーズでは特に出来が良いようで、アドバンスの1作目のザ・キング・オブ・ファイターズ EX ネオブラッドの方は逆にかなり評判が悪く、開発元を変更して汚名返上した一本とのことなのだ。ただこれ以降は携帯ゲーム機で KOF は出てないというか、 SNK のゲームが携帯機ではほとんど出なくなった感じです。ザ・キング・オブ・ファイターズ EX2 ゲームボーイアドバンス駿河屋中古価格11,500円です。少しプレミアってしまっていますし、出来が良いと言っても格闘ゲームはやはりオリジナル版やれば良いと思いますので、あくまでコレクター向けの一本なのだ。 KOF シリーズの携帯基盤はこの EX の他にもいくつかありますが、当チャンネルでは未所持ですのでタイトル紹介だけしていきます。ちなみに先に紹介した画廊伝説やサムライスピリッツと同様、ネオポケ以外の機種は外注に IP を貸して移植させてた感じです。初期ゲームボーイ版はやはり宝からで、ネットザ・キング・オブ・ファイターズ95ゲームボーイ駿河屋中古価格が16,500円、ネットザ・キング・オブ・ファイターズ96が中古価格9,600円と、双方結構プレミアっていて完全にコレクター向け商品になってると思うのだ。この EX2 含めたアドバンス版はマーベラスからの発売となっており、バグ祭りも含め大不評だったザ・キング・オブ・ファイターズ EX ネオブラッドすら中古価格7,300円で定価超えをしており、 KOF ファンたちの根強い人気が伺えますね。ということでお次は携帯版のストリートファイター4鉄拳デッド・オア・アライブを紹介予定でしたが、更新が遅くなってしまってることもあり、今回は一旦ここまで。次回はその3本と時間が許せば他の DS の格闘ゲームも何本かチョイスしてご紹介していきたいと思います。ではでは今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。